皆さんごきげんよう、上川薫です。今日取り上げる話題は、国民民主党玉木代表に女性問題が発覚し、大きなニュースとなっています。今回はこのことについて取り上げていきましょう。今回報じられた玉木代表の女性問題というのは、週刊誌フラッシュのウェブニュースサイトにおける記事です。元グラビアアイドルとの不倫デートといったことが報じられており、近年女性問題に対して大きな批判が議員に対しても行われることから、インターネット上は騒然となりました。まずはどのような内容な話なのか、フラッシュの記事を見ていきましょう。独占スクープ、玉木雄一郎氏、高松観光大使、元グラビアアイドルと隠密不倫デート&地元ホテルで仰せ。取材には家族との話し合いが終わっていない。10月27日に行われた衆議院議員総選挙で国民民主党は改選前の4倍となる28議席を獲得。一躍国会のキャスティングボードを握る存在となった。その立役者としてひっきりなしにテレビに姿を見せているのが党代表の玉木雄一郎氏だ。玉木氏は公約に手取りを増やすという明確な内容を掲げ、年収が103万円を超えると所得税が課税され、働き控えが起きる103万円の壁の問題を繰り返し指摘してきました。総選挙後はその壁を178万円に引き上げることを目指し、与野党との連携を模索しています。10月30日には政府が経済対策に国民民主の政策の一部を反映させることを検討することが明らかに。同日、玉木氏は会見で政策の実現につながることを期待すると自民党を牽制してみせた。地元で以前から玉木氏が不倫していると噂に、一躍政界のモテ男となった玉木氏だが、香川県の政界関係者から本誌スマートフラッシュはこんな証言を入手していた。地元関係者の一部で以前から玉木氏が不倫しているという噂が流れていました。イベントなどで一緒になる女性と距離感がとても近いんです。それだけでなく、2人が高松市内のホテルに入っていく姿が複数回目撃されていたからです。10月30日の深夜、日中の疲れを見せず、パーカー姿の玉木氏は都内のワインバーを訪れていた。冒頭の通り彼が店を後にすると、20分ほど時間を置いて女性が出てきた。高松市観光大使を務めるタレント、小泉美幸だ。高松といえば、香川2区選出の玉木氏の地元である。ある芸能記者が語る。現在39歳の小泉さんは、香川出身ということで、高松市観光大使の他に、小豆島を PR する仕事なども行っています。以前は、レースクイーンやグラビアアイドルなどとしても活動していましたが、数年前に事務所を辞めてフリーで活動しているそうです。自身の SNS では今でもグラビア風の写真を披露しており、たびたびファンとの撮影会、交流会を開いていますね。本氏が2人の仰せを目撃したのはこの日が初めてではない。7月25日夜から28日にかけて香川県内に入り政治活動を行った玉木氏。一方の小泉も27日に高松市内を中心にファンと各所を巡る交流イベントの開催を告知していた。玉木氏は25日夜に高松空港に到着すると、県内にある自宅には帰らず、高松市内のビジネスホテルに宿泊。翌26日午後に小泉が高松空港に到着した。大きなキャリーケースを持った小泉が向かったのは、前日に玉木が宿泊していたホテルのすぐ隣にある大型ホテル、JR ホテルクレメント高松だった。こうした仰せは過去にもあったと、前室の香川の政界関係者は明かす。警戒しているのか、いつも小泉さんがホテル近辺のコンビニなど長時間滞在し、玉木氏がホテル内に入ると、時間差で小泉さんも入るという行動を見せていました。私も2022年後半以降にその様子を2回目撃しています。確かにこの日も小泉は午後4時過ぎにホテルに到着してもチェックインせずにホテルのトイレに1時間半滞在するなどして時間を潰していた様子だった。すると午後5時半に玉木氏が同ホテルに姿を見せ、すぐにフロントでチェックイン。エレベーターで14階に上がり、客室に入室した。その直後、小泉も動き出した。なぜかチェックインをせずにエレベーターに乗り込み、玉木氏と同じ14階で降り、客室へ。2人ともこの日は同ホテルに宿泊したのだった。その後も本氏はたびたび玉木氏と小泉の交流を確認している。8月11日の夜に高松市内で行われたイベントで2人は同じ写真に写るなど行動を共にしており、さらに8月28日には東京新橋での玉木氏の街頭演説会場で聴衆に紛れた小泉の姿を発見。驚くべきは玉木氏の妻も壇上でスピーチを行った9月23日の議員活動15周年記念パーティーに
小泉が参加していたことだった。しかし、その後は石破茂内閣が発足したことで、衆議院解散、総選挙という玉木氏にとって怒涛の日々に長らく会えない中、久々の仰せが10月30日夜の新宿のバーでの密会だったというわけだ。こうした事実について11月7日に本紙は不倫疑惑の相手である小泉を直撃した。小泉さんですよね。玉木氏とお付き合いされていると伺っています。いや、してないです。ではどういった関係で？私が応援しているので、二人きりで会う関係ではありますよね。はい、食事はします。10月30日に都内のバーで会われているかと。30日ちょっと覚えてなくて急に聞かれたらすいません。7月26日には高松市内のホテルに玉木氏と一緒に泊まりましたよね。泊まってないですね。14階の客室に。ちょっとごめんなさい。恐れ入りますけど、お答えしかねます。ちょっとなんかびっくりした。ホテルで玉木氏と一緒にした事実はない？お答えしたくないので、そんな個人的な話。その後小泉は質問に答えず去っていった。小泉が公開している連絡先にも質問状を送付したが、期日までに回答はなかった。この報道を受けて、玉木代表は記者会見を行いました。一部週刊誌のウェブ記事で報じられた元グラビアアイドルとの不倫デートの内容について、おおむね事実です。本当に申し訳ございませんでしたと認め謝罪した。玉木氏はフラッシュのウェブ記事で元グラドルで玉木氏の地元香川の高松市観光大使を務めるタレント小泉みゆきとの不倫が報じられた。小泉名義の SNS ではこの日までにアカウントが削除されている。玉木氏の会見の主な内容は次の通り。玉木氏の冒頭発言。今朝報じられた内容はおおむね事実です。家族のみならず期待を寄せていただいた全国の多くの皆様に心からお詫びを申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。と謝罪。家族、特に妻には全て話しました。こんな大事な時期に、こんな報道されて何をやっているのかと強く叱責を受けました。全くその通りで、謝罪しても許されることではないと思っているが、謝罪を続けたい。プライベートな話なので、家族の意向、相手のこともあり、話しにくいこともありますが、答えられることは全て答えたい。その後の記者との質疑応答。午後の首相指名では、国民民主党の議員は玉木雄一郎と書くのか、玉木氏は今日の両院議会総会で改めて諮りたい。これは両院議員総会で実際に玉木雄一郎氏と国民民主党の議員は全員が書きました。政党の代表には高い倫理観が求められる。自身の責任について、玉木氏、これも仲間の意見を聞きたい。これは両院議員総会で玉木氏の続投が決定しました。いつから交際しているのか、なぜその女性に惹かれたのか。玉木氏は、もともと地元で観光大使をされていた方、様々なイベントで一緒になることがあった。交際開始の時期は覚えていない。妻には話しているが、相手がある話なので、なぜ惹かれたのか。これはもう、妻子のある身で、他の女性に惹かれたということは、ひとえに私の心の弱さだと思う。家族にはどう話したか。玉木氏は、先週金曜にこの報道が出るということが分かり、家族としっかり向き合った。とうとう長時間話をした。こんな大事な時期に何をやってんだということで、厳しく妻からも息子からも叱責を受けた。話をしっかり聞いてくれる家族でよかったが、私がやったことは家族を持つ父、夫として許されないことであるのは間違いない。一生かけて謝り続けたい。政治家には何より倫理観が求められる。玉木氏はおっしゃる通りです。このようなことがあって、今の立場、党代表であっていいと考えるか。玉木氏は代表をどうするかは仲間に諮りたい。議員についてはお許しをいただけるのなら仕事を持ってしっかり期待に応えたい。仕事で返していきたい。倫理を守れなかった人が国を引っ張っていけるのか。妻にも同じことを言われました。一番近い人を守れない人は国を守れないというのは妻に言われた言葉の一つ。改めて胸に刻み反省し、少しでも国益にかなう仕事をしたい。有権者にはどう説明する。玉木氏は一番近い有権者である妻、家族に対してまず謝罪したい。有権者の皆さんには私というより党の政策や理念に賛同をいただいた。私の起こした問題が党の政策に影響を与えないよう客観的に見ながら最大限の努力をしたい。報道によると衆院選直後に女性との密会を撮影されている。いい気になったというか
気分が高揚した部分もあって選挙の後も密会を続けていたのか。玉木氏は投開票日の27日、翌28日は寝ていなかったし、正直浮かれた部分があったと思う。反省をしなければいけないし、戒めていかないといけない。冷静さを失った行動だったと思います。党代表という立場にはふさわしくないのではないか。玉木氏、当然のご意見。まずは仲間に聞きたい。衆院選の後も会っている。世間に報じられたらという怖さはなかったのか。玉木氏は報道された10月31日に会うというのは妻にも報告していたが、選挙の直後に妻子がある男性が女性と会うというのは、外から見たらどう考えてもいろいろ指摘を受けるのは当たり前。批判は甘んじて受けます。交際関係なのか、男女の関係か、奥さんはいつ承知したのか。玉木氏、関係の詳細はすべて先週金曜日に妻に話した。その上で、先ほどの反応、強い叱責があった。プライバシーに関わることなので、詳細は答えを控えたいが、妻にはすべて話をしている。相手の女性は私の街頭演説にも顔を出す人で、妻も知っている人。会いに行ったのは遅い時間。YouTube ライブの後の午後10時頃だった。地元は奥様が有権者の橋渡しになってきたはずです。玉木氏、私の妻はですね、日本一、夫のために地元を守ってくれる妻。だからこそ、妻子ある身で、他の女性に好意を寄せた事実は本当に申し訳ない。妻には謝っても謝りきれないし、誠に申し訳ない気持ちでいっぱい。許してもらえないかもしれないが、一生謝罪を続けたい。おおむね事実というのは、玉木氏、他の女性に好意を寄せたのは事実。そのことをもって、おおむね事実と申し上げた。今回の問題は、政策実現にも影響があると思う。有権者への思いは、玉木氏は大きな期待を寄せていただいた多くの皆さんに、まずお詫びを申し上げたい。党の掲げた、党のみんなで決めた政策にご期待を寄せていただいたので、私個人の問題が政策推進に影響があることはあってはならない。優れた仲間の力を借りながら政策推進に進みたい。週刊誌フラッシュのウェブサイトによると、取材はかなり前から行われていたようで、撮影していた写真が多数掲載されていました。相手の女性もそうですし、また、一見するとわからないような服装をしている玉木代表の姿も写真に収められています。ただし、フード付きの服を着ている場合でも、そのフードを使っていないこともあり、隠しきれているとはとても言えないような姿です。また、地元の観光大使といった立場から玉木氏と一緒に写っている姿なども記録として残っています。今日このニュースを最初に聞いたとき、さすがに私もものすごく驚きました。物を食べていない時だったので何か吹き出すといったことはなかったのですが、何か飲んでいる最中であれば思わず吹き出してしまったかもしれません。今時の風潮からまず言えば、こうした議員の不倫問題というのは常にテレビで報道がされるもので、全く見過ごされるといったような問題ではありません。それこそ10年、20年と年月を戻っていけば、大物政治家に愛人が何人もいるのなんて、そんなのは誰も知っているよみたいな形で見過ごされてきた時代もあります。ただしそれは以前の話であって、現代ではありません。現在ではむしろ一点の曇りもないような政治家が求められる状況となっており、そうした意味では時代は大きく変わってきたわけです。ただし、時代の変わり方として今回少し状況が変わっているのは、玉木代表の場合であれば、今掲げている政策、103万円の壁を動かすべきだというこの主張が多くの国民から支持を受けており、この問題を解決することもなく、この不倫問題で話がなくなってしまうのは多くの国民にとって多大な損失となります。例えば、世論調査におけるこの政策に対する支持率は非常に高いことが分かっています。連日のように103万円の壁を大きく動かすこととなれば、税収減 7.6 兆円といったことが報道されているにもかかわらず、この政策を支持すると答えた人は、おおむね国民の7割以上になっていました。実際、多くの人たちにとって、基礎的な控除額が上がれば、それに伴って苦しい生活から脱出できる人も多いわけなので、働きたいけれども働けない、また働いてほしいんだけどという雇用主の側からの要望に対しても、今回の問題は解決方法となる政策ですから、多くの人たちに支持されているわけです。そのため、インターネット上で現在の状況を見てみると、不倫は良くない。この時点では誰も反対はしないわけですが、じゃあこれをもって議員辞職すべきかどうか、党代表を辞めるべきかどうかといったそこのポイントに絞ると状況は変わり、悪いことはやったんだけれども、しかしこの問題、規
基礎控除額を上げるという政策については、ぜひ実現してほしいという人の声が圧倒的でした。これは先ほども述べたように、この問題解決につながる政策は多くの人たちに支持されている。そしてもう一つが、報道されてから速やかに謝罪会見を行い、おおむね事実として玉木氏がこの問題を認めたことです。スキャンダルの対応には2種類あります。もう全く答えないという方法もあるでしょう。もしくは、認めたようで認めていないようなよくわからないような言い逃れをしてうやむやにしようという方向もあります。ただしこの場合だと、隠せば隠すほど第2弾、第3弾といったスクープ記事を招き寄せることとなり、より多大なダメージを受けることとなります。そうした意味では、速やかにこの事実を認め、謝罪したというのは、最低限スキャンダル対応としては良かったと言えます。ただし、やったことそれ自体が悪いことなのは間違いないので、謝り続けなければならないという大きなハンデを負うこととなりました。さて、今回の対応で私の意見なのですが、やったことが悪いのは間違いなく、それでいて政策としては進めなければならないとして国民民主党は玉木代表の続投を速やかに決定しました。しかし私はこの点について条件付きであるべきだと思います。やったことそれ自体が悪いというのは全く揺るがないわけですから、今掲げているこの178万円の基礎控除額の引き上げ、この政策について実現することがまず第一であるならば、それを成し遂げた後には一旦党代表を降り、改めて国民民主党の内部における党首選を実施し、改めてそこで信を問いたいといった具合にして、条件付き続投、そしてその後に党代表選を行うといった道筋を示すべきだったと私は思います。現在の国民民主党であれば、玉木氏に代わるような党の代表となる人物もいないような状態なので、党首選を行ったとしても、玉木氏が再選されるのは間違いありません。しかし、そのような結論が見えていたとしても、やはり手続き上として何の責任も取らないというのは私は良くないことだと思います。だからこそ、たとえ結果が見えていたとしても、改めて党内で党首選を行い、主だった人物たちの論戦といったものも経た上で政治活動を続けていくのが良いと思います。また、今回の女性問題というのは当然のように次回の選挙における悪影響はあるでしょう。しかしそれもまた国民民主党としては政策をもって国民に対しての信を問うことによって審判を受けるべきです。国民の側からどんなに政策が良いものを提示されても、いやいや玉木代表の女性問題といったものを忘れないよと言って投票しない人も当然いることでしょう。そした自らが起こした問題における逆風というものを跳ね返すべく、国民民主党の党としての政策実現に真摯に取り組む、権力闘争ではなく自民党批判でもなく国民のために政治を行うという基本姿勢をいかに守るかが今後の国民民主党にとって大事なこととなります。一方で議員辞職を求める人たちというのもたくさんいるわけですが、私はそこまでする必要はないんじゃないかなと思っています。ただし地元の選挙区での選挙戦の際にはこのようなことをしてしまいましたということは改めて有権者の人たちにお詫びした上で選挙戦は戦ってほしいと思います。あたかも何もなかったかのように地元の選挙における演説などでただ政策だけを話すというのはそれは違うでしょう。地元の選挙区の人たちにはこういう個人的な問題を起こしたという事実はありますが、それを踏まえた上で反省し、改めて政治家として国会に送り出してくれるよう皆さんからの支持を求めますといった形での選挙戦は行うべきでしょう。その機会というのは次の衆議院選挙の解散まで待たなければならないわけですが、少なくとも次回の選挙に向けてはそのような対応についても予定を示しておいた方が良かったでしょう。現在国民の多くが上場企業の業績好調の一方で、国民全体で見た場合においては多くの人が中小企業に勤めており、社会保険料の継続的な増加に伴う給料からの天引き額の増額、そして物価高による生活必要費の上昇といった問題から厳しい国民生活を実感しています。ですから今回の国民民主党の政策は支持を受けているわけで、玉木代表はこの政策を実現することにとにかく集中してほしいものです。皆さんは今回の玉木代表のスキャンダル問題どのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。